1967年のダッチコロネット、これに今回はパワーステをつけます。イヤーボックスとかを交換してシャフトを加工する感じですかね。パワーステは電動パワーステとかじゃなくて、このボージソンっていうのかな、アメリカから輸入したギアボックスとポンプをつけます。これですね。ギアボックスのステアリングシャフト止まってるところがもう固着しちゃってて、おそらく開始する前に忘れてたんですけど、おそらく1967年から1回も外したことないんで大変だと思います。あとこれコラムシフトなんで、普通のステアリングシャフトと違って1本じゃなくてコラムシフトを動かした時のリンク機構がステアリングシャフトと一体になってるんで、単純につないでつなぎ替えればいいっていうものじゃなくて、シフトの動きをする部分がちゃんと動かないといけないように作らなきゃいけないんです。そこをうまく調整しないとダメだと思います。きっと新車から外したことがないんじゃないかと思われるアームルイット、取るのにだいぶ苦労しました。この車はウィルウッドの6ピストンがついてるノーマルのギアボックスです。これから新品に変えます。これが新品です。外したことないような状況だったんで、タイロッドとか各ベアリング部分、ブーツもひどい状態だったんで、とりあえずあるもので直して組み付けました。6箇所ブーツ変えて、グリスアップもう何年もグリスが入ってないような雰囲気だったんで、あとちょっと 2,3 グリスアップしたら、このロアームとかはそういうのもみんなグリス入ってないんだけど、もう脱線しすぎたんで、ギアボックスはあのように新しいのをつけました。1967年ダッチコロネットにエアコンをつけます。いわゆるクーラーではなくてヒーター込みだから一応エアコンっていうだと思います。これはまあよくあるキットなんですけど、ヴィンテージエアっていう、まあアメ車の古いやつには定番のキットです。これが外したステアリングのギアボックスとヒーターのユニットですね。で、多分オーバーヒートするのか、でっかい追加の電動ファンがついてました。予想してたんですけど、両方のキットで指定してるものと多分クランクプーリーかウォーターポンプのプーリーが違って指定してるのと違うベルトの取り回しを今やってます。すべて今仮付け状態です。コンプレッサー、コンデンサーで、今ベルトが合うのがなくて苦労してます。ベルトの取り回しをもうパワーステのキットともエアコンのキットとも違う風にしたんで、今現在は全部仮付けをして、これはタイヤハウスの中ですけど、ボディのパネルに穴を開けて、このキットはいいやつなんで、吊り下げのクーラーっていうよりもエアコンです。ヒーターのユニットとクーラーのユニットが全部一体になってるやつなんで、これをなかなかフィッティングさせるのが大変で、もともとのヒーターユニットがついてたところをいろいろ加工しています。まあ地道な作業なんであまり撮ってません。
かなり綺麗です。このユニットをつけて配管を全部通してつけるという感じですね。パワーステの方も決まってないんで、まだハンドルはつけてません。で、もともとでっかいファンがついてたのを取っちゃったんで、コンデンサー用のファンっていうのはそのキットについてないんで、それも含めて、その残った隙間になんとかつくように、すごく小さいファンと中くらいのファン2つをつける予定です。バッテリーも大きいし、オルタネーターも綺麗なのついてるんで大丈夫でしょう。今ベルトはいろいろ取り寄せて、プリーとかの位置を変えたりしつつ試しているところですね。なかなかギッチギチになってきました。ベルトもたくさん試してます。エアコンとファーストのベルトもつけました。とりあえず今は、昨日ファーストオイルをほぼほぼ満タンぐらいまで入れてあったんですが、このパワーステっていうのはこれの場合特に新品だからなんですけど、ファーストポンプとか交換した場合でもそうですけど、ポンプ、タンク、ギアボックス、配管、すべてにオイルが全然入ってないんで、エア抜きをしなきゃいけません。エア抜き一番いいやり方は、この持ち上げた状態でポンプを動かさずに、空でこうやって回す、もしくは、とりあえずオイル入れて一晩経ってるんでだいぶ減ったんですけど、それ勝手に時間経って勝手にエア抜きされる場合と、あとこうやって何回か動かせばさっきのタンクのオイルの液面が下がるんで、そうするとだいたいエア抜きできます。全然エア抜きしないでエンジンかけちゃうとポンプが空で回っちゃうんで、下手するとパワーステポンプは壊れますので、クーラー関係はこのようにコンデンサーを入って、これするとベルトの位置とかをオフセットして、ここに本体は配置されてます。純正のように引き出し口はこのようなものがついてます。ヒーターユニットとクーラーのユニット全部一体なんで、いわゆるちゃんとしたエアコンですね。それをこの1967年のダッチにつくというところがいいですね。でアメリカのキットあるあるなんですけど、このダクトの配管が全然足りなくて新しく注文してそれ待ちです。社外品の割にとても素晴らしいシステムだと思います。ここに電気式のヒーターコックもついてます。このシステムではもうワイヤーは一切使いません。ワイヤーコントロールではなくて全部電気コントロールになります。で、キットには推薦されてないけど、電動ファンを2つ。当然ついてた方がクーラーも冷えるんで。で、もともとこの車にはなんかファンが追加されてたんで、オーバーヒート対策かなと思いますけど。タッチのパワーステとエアコンの続きです。パワーステがつきました。このように軽々になりました。パワーステのタンクからのインとアウトを間違えるという間抜けなことをして、せっかく綺麗だった周りがオイルまみれになりました。軽くなってギア比も20何体いくつっていうギア比だったのが14体いくつになったんで、だいぶ切り角も変わりましたね。切り角じゃない、ハンドルの回す量。油圧式の通常のパワーステと、旧車におなじみの
ヴィンテージエアーというメーカーのシュアーフィットジェネレーション4ラガ3システムをつけました。こんな面白いところは全くこの辺が変わらないのに、いわゆる吊り下げクーラーではないと。で、ここで暖房も冷房も出てきます。で、よく旧車についてるこの純正の針金みたいなワイヤーのコントロールパネルですけど、これ面白いところはね、この奥の針金を外しちゃって、太い針金みたいなやつでヒーターコントロールすると思うんですけど、このレバーはそのまま使って、太い針金を外して奥に電気式のセンサーがついてるんですね。この位置を検知する。それによって全部電気的にコントロールするっていうところが面白い。これが今暖房で、こっちにすると冷房。こういう面白いシステムをつけます。これラッチコルネットとチャージャーのキットなんで、クーラーのシステムと油圧付きの加圧性、それからクーラーオンの時の電動ファンが2つ、それから温度で動くための電動ファンをつけました。あとは、パートロニックスのフルトランジスターの12とコミカ、そのぐらいですね。を今回やります。